慶長20年1615年5月5日、豊臣家を滅ぼすべく大御所徳川家康は二条城、二代将軍秀忠は伏見城をそれぞれ出発した。徳川方の軍勢15万5千、これを迎え撃つ豊臣方は5万5千。双方死力を尽くしたこの戦いを急激の夏に当たるため大阪夏の陣と呼ぶ。大阪夏の陣図尾翼は徳川方として参戦した筑前福岡の大名黒田長政が戦勝を記念して描かせたものと伝えられている。右石には5月7日の最後の決戦が、左石には同じく5月7日大阪城が落城した折の悲惨極まりない混乱の様子が極めて詳細に描かれている。豊臣家滅亡に執念を燃やす大御所徳川家康の本陣。舞台最前列には白地の上りが立ち並び、その前を五の字四半旗を背中に刺した使い番たちが慌ただしく駆け回る。徳川家康は大鎧に身を固めて黒毛の馬にまたがり、伝令からの戦況報告を聞いている。勇ましく軍配を掲げて白攻めの指揮をする家康はこの時74歳。戦いは徳川方の勝利に帰したが、家康本陣の象徴金扇の大馬印は真田幸村隊の凄まじい猛攻によって無残にも崩されたと伝えられている。二代将軍徳川秀忠の本陣、舞台前方には白地に三つ葉青い門の上りが立ち並ぶ。黒毛の馬にまたがり首実験を行う秀忠。前には兜首が3つ並べられている。名のある豊臣方の武将のものであろうか。その隣では首長への記録が行われている。この日秀忠は岡山口を受け持ったが、豊臣方の大野春房隊に攻め込まれ、一時は自ら槍を取って敵陣に駆け入ろうとするほど追い詰められたと伝えられている。徳川四天王の一人と謳われた本田忠勝の次男本田忠友。前年の冬の陣で攻め口の変更を願い出て父に似ぬ負傷のこと、家康から激しく罵倒された忠友。この日は討ち死に格好で豊臣方毛利勝長隊に突っ込んだ。栗毛の馬にまたがり近角の脇立兜をかぶった忠友は大宮槍を手に当たるを幸い次々と敵をなぎ倒した。大軍戦の忠友であったが、ついに力尽きて壮絶な討ち死にを遂げた。松平忠直率いる越前兵。忠直は家康の孫にあたる。前日の八尾和歌江の戦いで忠直は味方の苦戦を見つつも軍令を守り援軍を差し向けなかった。これを家康から激しく叱責されたため、この日はあえて軍令を犯して最前線に躍り出た。舞台の先頭、黒毛の馬にまたがり采配を振るう青年武将が忠直である。敵は豊臣方随一の優勝真田幸村。四天王寺西門の石鳥居。見学には極楽浄土の東門中心と記された文字が見える。その手前、茶臼山に陣取る真田幸村隊。上り、指物、武飾などすべて赤一色に統一し、世に真田の赤備えと謳われた。赤の陣羽織、
鹿角の兜をかぶり采配を振るう真田幸村、その後方が嫡男大輔である。この日の幸村隊の捨て身の攻撃は凄まじく、一時は家康本陣さえ蹂躙した。太閤秀吉の維持、豊臣秀頼の本陣、金の切り裂きの上り、金うちわのついた茜の吹き抜き、そして父秀吉の栄光に満ちた数々の戦歴を見守ってきた金氷の馬印。しかしこの本陣に豊臣家の総大将秀頼の姿はなかった。この日秀頼は本丸の正門桜門まで押し出したが、出陣の機会を逸し城内に戻った。豊臣家の象徴金氷の馬印は、これを奪われては恥辱とばかり、大阪城落城の際、城中の次女によって粉々に砕かれたと伝えられる。豊臣秀吉築造の大阪城、冬の陣後、徳川方によって外堀を埋められ、あとは本丸ばかりを残すのみとなっていた。本丸の正門桜門、4層の櫓は秀吉の死後、家康が西の丸に築いたもう一つの天守ではないかとも言われている。占領時期5年、第一次朝鮮出兵の講和のために訪れた中国明の使者と秀吉はここで対面した。東北の隅には5層の大天守が描かれている。豊臣秀吉創建の5層の大天守、最上階の黒塗りの壁には一対の鷺が蒔絵で描かれ、回廊の下には虎の浮き彫りも見える。山口旧案話という資料によれば、当時大阪城内には1万人もの女性が同乗していたと記されている。大天守の窓にも不安げに外部の戦闘の状況を覗く女性や、目頭を押さえて涙する女性の姿が描かれている。本丸の北、山里来場から内堀をまたぐ黒塗りの極楽橋、唯一の脱出路として残されていたこの橋の上を兵士に背負われた大きな女性の一団が急ぐ。武家屋敷からは若武者に背負われた老女が脱出を図る。身軽になろうとするためか、鎧を堀に投げ捨てる武者も見える。大阪城から北へ北へと逃げていくと、そこには淀川、現在の大川が流れている。この淀川に架けられた天満橋。しかしこの橋は戦いが始まる前にすでに豊臣方によって焼き払われていた。次々と川に飛び込む豊臣方の滞在兵や避難民たち。対岸には徳川方の池田利孝隊が布陣、鉄砲隊が彼らを待ち受けていた。
天馬橋の下流でも淀川を渡るべく避難民と敗残兵が殺到した。しかしここにも徳川方の有馬豊氏隊が待ち受け、容赦なく鉄砲を撃ちかける。やっとのことで淀川を越え、北を目指す避難民と敗残兵の前に次の難関、長良川が立ちふさがる。川を泳いで渡るのに、溢れるほど人々を積み込んだ一艘の小舟。幼児を肩に歩いて川を渡る男の姿も見える。妻とこの手を引く男の姿も見える。長良川の下流もまた修羅場と化した。神崎川を越えた敗残兵や避難民の前に、今度は野党たちが待ち構えている。分取り品を前にふんぞり返る野党の頭目。夫婦連れが手を取り合って逃げていく。神崎川を越えて北摂の農村地帯に逃れようとする避難民と敗残兵たち。胸に赤ん坊を抱き、子供をあやす母親。神崎川の下流、ここでも野党たちが横行した。淀川沿いに境界道を逃げていく人々。白馬にまたがる大きな女性。杖をつく老女、老若男女、さまざまな人々が京都を目指して北河内の田園地帯を急いだ。多宝塔の見える岩清水八幡宮、そこは国境を越えた山城の国。